이번에는 방문 재활에 대해 말씀드리겠습니다. 일본 개호보험에서는 재활이 매우 중요한 역할을 하는데요. 2등급인 어르신을 재활시키기 위해서 도착한 물리치료사 인터뷰를 하게 되었습니다. 촬영은 허락되지 않아 영상이 없는 점 이해해 주시기 바랍니다. 日本だと、通ってリハビリやるところとかもあるんですけど、なかなか、ご本人の性格もあると思うし、あとは本人の今の体の状況的に、もう通うっていうことが難しくなってきているので、やっぱそういった時に、訪問してもらうっていうのが一番最善策であって、なので、看護師さんであったりとか、リハビリであったりとかが、訪問して、実際の、住まわれてる、このご自宅でのリハビリが、すごく一番適してるってところで、今、訪問を、ケアマネージャーさんっていう、依頼してくれる方がいらっしゃるんですけど、依頼があって、今、訪問が始まってっていうところですね。すでに僕の前に一人、女性の方がもともと入ってたんですね。去年ぐらいから入ってたので、僕が入り出したのが2月からなので、まだ2ヶ月ぐらいしか経ってはないんですけど、だんだんこう落ちてきちゃって、全身の筋力が落ちても廃業が進んできちゃってるんですけど、起きることができない日もあれば、今日みたいにこうやってスムーズに起きてくれる時もあったり、本当にその日の状態に合わせて、もうやる内容も負荷量もやっぱ変わってくるので、本当に毎回同じものをやってるってよりかは、その時来た時の状態を見て、これをやろうって感じのことをやってますね。体力的にも筋力的にもすごく落ちてきているので、あと、すごくこう、負荷量が高い、高負荷なトレーニングをしてしまうと逆効果で、逆にリハビリ的にリスクが大きかったりとかするので、できるだけこう低負荷で、ところから始めてって、で、だんだんこう慣れてきたところで少しずつちょっとこう負荷量を上げていくみたいな、ちょっと負荷量をすごくこう、注意点としてやってるってところですかね。病院の理学療法士だったりとか、作業療法士だったりが、退院時に、退院時というか退院前か。ちょっと退院前、1週間前とかに、ご本人、行けたらご本人と一緒に家にご自宅お伺いさせてもらって、そこで家の状況を見て、その方の動く場所、動線を見て、体の動きとその動線でどこに手すりが必要だとか、どういった副使用が必要だったりとか、動く時の注意点だったりとか、実際に動作を見て問題ないかっていうところを退院時に、じゃあこういったもの必要だよっていうところで、いろんなサービス、それこそ訪問リハビリもそうだし、通うところですね、デイサービスだったりとか、いろんな調整をして、最終退院してもらった。なので、僕らは、その退院後の生活を支えていく立場になってくるので、逆に帰ってきてから、やっぱり実際、生活してみないとわからないことも多くて、退院後のサポートするのが僕ら訪問の役割になるので、逆に僕らは帰ってきてからの生活見てあげて、する立場になるのかなとは思いますけどね。毎週僕らは訪問しているので、毎週こう看護師さんだったり、僕のリハビリが訪問して、状態変化があれば、逐一、駿河さんのドクターに、報告をして、往診来る前に、最終報告を入れて、状態が変わらないかどうかっていうところを連携取りながら、何かあれば先生から指示いただいて、その指示通りこう、リハビリやったり、介護保険の制度上で、リハビリって週に120分っぷんって決まっていて、1回今、だいたい60分で、今入ってるんで、週1回入ってるんですけど、最大60分で入る場合は、週に2回入れて、あとは40分っていうこともできるので、40分だったら週に3回とか入れるんですけど、この介護保険で、介護度によって結局、その、
単位数が違うので、介護度が高ければ高いほどいろいろこうサービスも使えるようになるんですけど、ケアマネさんであったりとか、あとは奥さんのご意向とか、あとは他のサービス、看護師さんであったりとか、あとはいろいろ、今入ってないですけど、ヘルパーさんだったりとか、いろんなサービスとの兼ね合いで、今は週に1回っていう形にはなってます。入院されてる方、やっぱ骨折されたりとか、内科的ななんかあったりとか、ある一定数は回復してくるとは思うんですけど、やっぱ元に戻すのってなかなか難しくて、ほとんどがやっぱ生活レベルが下がるんですね。なので、やっぱその状態になる前に、予防的に、状態になる前に予防する。介護予防がすごく大事なので、その状態から始めることで、介護状態に移行させないっていうのが、やっぱりすごく大事になるので、やっぱその段階から始めるっていうところが、すごく、重要なのかなって僕は思ってるので、逆に悪くなってから始めても、そこから、良くはなるけど、前の状態まで回復できるかっていうとなかなかそこが、現実的には難しかったりするので、なので、要支援の方とかは、特に、今後要介護になるリスクがある方たちなので、そういった方が、やっぱり今後要介護にならないように、身体機能を維持していくっていうところで、やっぱりリハビリ入らせていただいている方も、やっぱいらっしゃいますね。ただ、要介護の方も結構多いのが現実あるので、やっぱりこう早い段階からどん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 リハビリを始めていくっていうのが、やっぱり一番いいのかなってやっぱ思いますね。ただ、介護予防の方、要支援の方とかだと、どっちかっていうとリハビリメインの方の方が多いんですね。やっぱり体の状態的には軽い方なので、看護師さんとかはわりかし月1回の訪問で、リハビリが毎週こう、リハビリ行ってやるっていう方の方が多いかもしれないですね。そうですね。僕の今属しているところが、この介護保険のサービスの、ここになるんですね。訪問看護っていうところなんですね。はい。訪問リハビリテーションっていうのと訪問看護ではまた別で、僕ら訪問看護の中にいる理学療法士になるので、基本的に、えっと、訪問リハビリテーションとはまた別の領域になってきてて、なので僕らは今この訪問看護っていうところからのリハビリになってますね。 인터뷰 잘 들으셨나요? 제가 가장 인상 깊게 들은 것은 몸이 악화되기 전에 미리미리 예방 차원에서 재활을 제공한다는 것이었습니다. 일본 지역 포괄 케어 시스템의 근간이 되는 것이 재활이라는 거 꼭 잊지 말아주세요. 공감되신다면 구독과 좋아요를 눌러주세요.